おはようございます。今週も人間をやります。できるだけ洗い物減らさないとね。食材買ってきました。全部で2850円でした。これで少なくとも5日間ぐらいは過ごしたいな。この大豆でおかず作りたいと思います。視聴者の方たちに送ってもらったものをうまく使わないとね。どんぐらい炒めたらいいんやろ。とりあえず5分ぐらい炒めてみるか。ただあんまりほったらかしにすると焦げそうやねんな。なんか豆がめっちゃパラパラになってきたからもういいかもしれん。ちょうど今多分5分ぐらい経ったかな。で本だし小さじ1/2で砂糖大さじ1。和食ってね砂糖いっぱい使うのが嫌やねんな。みりん大さじ1で、あと醤油大さじ1で、あとは白ごま入れます。めっちゃいい匂い。はい、完成。これやったら作り置きできますね。続いて卵丼作りたいと思います。醤油大さじ1、みりん大さじ2、さっきとちょっと似てるな。で水大さじ2で、味の素3振りで、鰹節が 3g。 ちょっと水分なくなりすぎたかもしれん。わあ、これは煮込みすぎやな。米炊いてないんでオートミールです。見栄え終わり。晩ご飯完成しました。今日は結構品数多いですね。豆食べてみます。手上げでいただきます。これ多分砂糖倍量にしたらスナック菓子みたいな感じになりますね。次もほぼ豆だけで作れる料理作ってみます。これ止まらんな。酒のつまみやわ。卵丼意外と結構見栄えいいですね。そんなに失敗してなかったわ。めっちゃうまいやん。肉なしでも十分うまいですね。おはようございます。めっちゃ寝た。今週かなり雨降る天気予報やったんですけど、意外とあんまり降らなそうですね。今日も一日中雨予報やったけど、多分そんな降らんもんな。これね、ほんまは6分ぐらい加熱してもいいんですけど、6分加熱しちゃうとねちょっと焦げるんですよね。だから4分でいこう。4分でもやっぱりちょっとだけ焦げてんな。黒くなったりとか茶色くなってるとこあるでしょ。どうせ焦がすんですけどね。そしたら玉ねぎを炒めていきます。で僕はもうこの段階で塩入れちゃいます。野菜に塩かけると水分が抜けていくんで早くしなしなになるんですよ。僕チキンのトマト煮とか作る時は野菜に塩かけてたんですけど、カレー作る時は玉ねぎに塩かけてなかったな。でもカレーは後で入れた方がいいんかもな。さあこれどんぐらい炒めよう。あんまり黒くなるまで炒めすぎるとスープが黒くなっちゃうんでね。コンソメ小さじ1を溶かします。であとはブラックペッパー。でも正直塩コショウの量もコンソメの量も好みやな。一応味見しておきます。ちょっともうちょい塩入れてもいいかも。ペペロンチーノとかもそうやけど、もう味の濃さはね塩だけで調整しなあかんからな。こんなもんかな。レタスたったの3切れだけなんですけど結構量ありますね。昼ご飯の割には結構豪華かなと思います。ドレッシングめっちゃ T シャツに飛びそう。普通やな。てかコチュジャンと鶏ガラスープを溶かすためにちょっと温めたんですよ。だからぬるいのも微妙かもしれん。いやこれ冷やしたらかなりうまいかもな。荷物がいっぱいあるんで開封していきたいと思います。新しいバンズ届きました。今回はバンズプレミアムじゃなくて普通のバンズのオーセンティックですね。
で続いてこれ開けるか。であとこれスケボー用のインソール買いました。めっちゃいいやつにしましたね。インソールはね多分1回買ったら結構長く使えるんですよ。でこれは自分でハサミで切って大きさを整えるみたいです。このバンズのインソール後でちょっと取らなあかんわ。見てもらったら分かる通りね、僕が今まで履いてたバンズはめちゃめちゃでかい穴開いちゃってるんですよ。かなりボロボロです。で今回普通のバンズのオーセンティックにした理由なんですけど、まずね僕デザインはもう普通のやつの方が好きなんですよ。このまずかかとのパッチが普通のやつは赤なんですね。でここにも黒いラインが入ってるんですよ。プレミアムの方はねラインが入ってないんですよね。で一番の違いはこのねインソールなんですよ。これただ僕もう今回かなりいいインソールを買ったんで、もうプレミアム履く必要がないんですよね。だって一番違うのがインソールやもん。で実はね普通のバンズはねこのインソールがくっついてるんですよね。だからこれをねとりあえず剥がしたいと思います。てか靴紐もちょっと違うな。素材が違うわ。はい取れましたね。で奥の方もドライヤーで温めます。結構簡単に剥がれるな。よし取れました。普通のバンズのインソールってこんな感じなんや。プレミアムと比べると、厚さは全然違いますね。普通のバンズはねほんまに歩き心地悪いんですよ。硬さが全然違うわ。中はこんな感じになってます。めっちゃ綺麗に外れてるわ。であとはこのバンズのインソールに合わせて新しいインソールを切ります。下半分ぐらいは大きさ一緒ですね。やからつま先の方を切るだけやわ。これで切っていきます。結構硬いな。ちょっとつま先切りすぎたかもしれん。つま先はね多分足踏むことないからあんま関係ないかな。はい、こんな感じになりました。じゃあ早速インソール入れてみます。はい、こんな感じですね。スケボーってほんまに足腰へのダメージえぐいんですよ。階段から飛び降りたりする技とかって交通事故に遭った時と同じぐらいの衝撃が体にいってるらしいんですよね。僕今もね左足しゃがんだらちょっと痛くて治るのにかなり時間かかるんですよね。僕その場でジャンプしてるだけやのにめっちゃ痛くなりますからね。でもこのインソールを使うと全然痛くならないらしいです。多分一番課金すべきなインソールやわ。 OK。 おめっちゃいい感じ。このバンズサイズ 26.5 センチなんですよ。で26センチだとちょっときついんですけど 26.5 センチにするとちょっと大きいんですよね。やけどこれインソール分厚くしたからこの辺めっちゃちょうどいいのにつま先の方がちょっとゆとりあるんですよ。だからこれサイズ的な意味でもインソール交換して正解やな。そしたら最後にこのシューグーっていうのを使って靴を破れにくく補強したいと思います。もう前使ってた靴を見るとだいたいどこが破れやすいかっていうのが分かるんですよね。で塗る前に靴をやすらなあかんらしい。最低でもやっぱ半年ぐらいは持ってほしいよな。さすがに3ヶ月に1回靴交換しなあかんとかはお金がかかりすぎる。接着剤みたいな感じですね。一番穴開きやすいのはここですね。左足の小指の部分。これであとは1日乾かせば使えると思います。近くで見ると塗ってるの分かるかなって感じですね。残りの荷物も開封したいと思います。3つとも中身同じな気がするな。こちら Amazon の欲しいものリストから片栗粉3袋送っていただきました。送っていただきありがとうございます。鶏肉茹でる時に片栗粉使いますからね。ダイソー行きます。微妙に雨降ってんねんな。大豆のトマト煮込み作ります。ほんまは大豆だけのレシピで作りたかったんですけど、ニンニクと玉ねぎも使います。でも洋風のレシピはもうだいたい塩とコンソメと胡椒ですね。今回は玉ねぎはそんなに炒めんでいいはず。トマト缶が残り3缶になりました。これ玉ねぎを茶色く炒めてここにスパイス入れたらもうカレーやん。で大豆も入れます。これ水入れる必要あんのかな。
したらこっからしばらく煮込みます。今日はアボカド丼作ります。これはめっちゃ綺麗に皮むけそうやな。アボカドは固めのやつ買って柔らかくなるの待った方がいいかもな。めっちゃ綺麗や。味付けはめんつゆです。で、あとラー油入れます。そしたらこれをちょっとつけておきます。煮込んで水分飛ばしました。あとは塩で味整えて完成ですね。先に納豆を入れます。混ぜよう。もうこれだけでうまいもんな。ちょっとめんつゆかけすぎたかもしれん。晩ご飯完成しました。見た感じはめっちゃ豪華ですね。冷やしたドレッシングはどうかな。やっぱり冷やした方がうまいですね。これこの前焼肉屋で食べためっちゃうまかったチョレギサラダのタレに似てるかも。こんな味やった気がするな。で、大豆はどうかな。チキンのトマト煮込みとほぼ一緒の味ですね。昨日は大豆全部食べちゃったんですけど、今日は半分は残そう。で、最後にアボカド丼食べてみます。僕サーモンとかマグロなしでアボカド丼食べるの初めてやわ。アボカドもうちょい柔らかくてもよかったかもな。味はうまいわ。今日のご飯は肉も魚も使ってないんでかなり安いですね。2年4ヶ月ぶりに風呂用のスポンジ変えたわ。でかいから使いやすいな。おはようございます。今日は今から紫パークにスケボーしに行きたいと思います。紫パークが10時オープンなんで10時ちょうどぐらいには着きたいですね。インソール変えてめっちゃ歩きやすいですね。バンズとは思えないです。てかもはや別の靴やわ。はい、着きました。多分僕が一番乗りやと思います。1番目じゃなくて4番目やったわ。はい、休憩したいと思います。てかどこ行ってもそうなんですけど、見たことある人しかおらへん。何食べよっかな。ここは結構選択肢あるんですよね。だいたいどこも1500円ぐらいするな。スーパーの弁当っていう選択肢もあんねんな。弁当やったらかなり安いな。3階にフードコートあるみたいなんで行ってみます。平日でも結構人いますね。やっと来たわ。15分ぐらい待ったんちゃう。今日曇り予報やったんですけど結構晴れてますね。てか両足の小指が靴ずれしてんのか微妙に痛い。帰ります。今日紫パークの月間パス買ったんで1ヶ月間行き放題です。9回以上行けば元取れます。暑い。これは外でスケボーすんの無理っすね。新しい靴で今日一日スケボーやったんですけど全く傷入ってないですね。でインソールめちゃくちゃいいわ。明日膝痛くないと思います。左膝は何日か前からちょっと痛いんですけど悪化はしないと思います。晩ご飯です。なんか全体的に赤いな。おはようございます。ゴミ捨てるために階段降りたけど全然膝痛くなってないわ。最高。今から作業します。作業量多かったんで遅めの昼ご飯になってしまいました。そしたら今から歯医者行きます。
帰りに食材をちょっとだけ買ってきました。このあご入れだしうまいんかな。外めっちゃ暑かった。湿度やばすぎんねんけど。で外明るいからまだ5時ぐらいかなと思って帰ってきて時計見たら6時半でびっくりしたわ。早すぎんねんけど。はい、晩ご飯です。このスープあご入りだしに卵入れただけですね。ちょっと味薄そうやねんな。いや薄いな。ちょっとだけめんつゆ入れよう。前食べてた表紙だしやったらもうだしパックだけでめっちゃうまいんですよ。めっちゃそばのだしみたい。うまいけど完全にそばやん。厚揚げとキャベツの炒め物はどうかな。このタレ僕的にはあんまりですね。厚揚げはうまいけどな。おはようございます。今日も紫パーク行きたいと思います。今日は昼ご飯持っていきたいと思います。さすがに毎回外食するとお金がかかりすぎるんでね。オートミール入れて、でこのだしパック2袋入れます。であとは卵2個いくわ。でネギで、あとはお湯を注ぐだけですね。今日は僕2番目でした。もしかしたら金曜日は人少ないんかもしれん。先週も少なかったし。誰もいないんで贅沢にこのクソ広いところで基礎練習します。休憩します。昼ご飯持ってきたんでこの建物から出る必要がないです。どんな感じやろ。卵結構固まってますね。もう食べ終わったんで休憩時間もめっちゃ短くなりますね。帰ります。バナナを冷凍してアイスにします。昨日やっといたらよかった。ちょっと潰して薄くしとこう。はい、これで冷凍します。めっちゃ疲れた。楽しかったけどな。月火木金の週4日で紫パーク行けたらいいねんけどな。もうちょい近かったらいいのに。晩ご飯まず鶏胸肉と味噌汁食べます。調味料こんなにいらんな。半分でよかったな。はい、豆腐丼完成。手上げレッドキャース。タレかけよう。豆腐にタレ染み込まへんからタレかけないといけないですね。おかんから荷物が届いたんで開封したいと思います。これ冷凍の牛肉ですね。700g もあるわ。めっちゃうまそう。これどうやって食べようかな。で、こっちも開けよう。グルテンフリー玄米麺。これうまいんかな。なんやこれ。海苔か。あとはパスタソース。
オイルサーディンきたー。お、パスタもあるやん。野菜ジュースか。食塩、砂糖不使用。チョレギサラダのタレきた。はい、昼ご飯です。昨日凍らしたこのバナナ食べてみます。うまっ、冷た。いや、これアイス代わりにかなりいいですね。もちろんね、これバナナ以外でも作れるんで、とりあえず果物であれば基本的に何でもアイスにできると思います。これからの時期、冷凍ブルーベリーとか冷凍バナナとか食べまくるわ。晩ご飯はオイルサーディンパスタです。おはようございます。昼ご飯です。来月から YouTube のメンバーシップやろうかなと思ってて、どういうのやろうか考えてました。で一応内容は決まりましたね。でメンバーシップの申請を YouTube にしたんですけど、24時間以内に承認されるみたいです。これ承認されたら勝手にメンバーシップ始まるのかな。できればね、切りよく7月1日から始めたいんですよね。はい、というわけでちょっと早いんですけど、もうあとはご飯食べて風呂入るだけなんで、今日は終わりたいと思います。で最近梅雨入りしたばっかりやと思うんですけど、大阪もう梅雨明けしましたね。いや早すぎやろ。史上初の速さで梅雨明けたらしいです。だって6月に梅雨明けとか聞いたことないもんな。普段やったら7月20日ぐらいに梅雨明けなはずやから、3週間ぐらい早かったってことか。だってめっちゃ雨降ったのって1週間ぐらいしかなかったもんな。で梅雨が明けたことによってね、もう気温もめっちゃ高くなってて、もう毎日最高気温34度とか35度ですよ。ただやっぱり8月とかに比べたらまだそこまで蒸し暑いっていう感じではないですね。十分暑いけど。というわけで2025年夏開幕、最高の夏にします。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。